私たちの頭の中って、誰も読んだことのない見えないルールブックみたいなものがあるじゃないですか。ありますね。無意識の社会的なルールですよね。そうなんです。例えば、赤信号では止まるとか、エレベーターに乗ったらみんな揃って黙ってドアの方を向くとか。でも、ちょっと想像してみてほしいんです。はい、なんでしょエレベーターで隣に立った人が、ドアが閉まった瞬間に、突然優雅なワルツを踊り出したらどうなりますか？う。それはもう間違いなくフリーズしますね。ですよね。完全に脳がパニックを起こすと思うんです。私たちが社会生活を送る上で無意識のうちに結んでいる見えない計画が目の前で突然破棄されたわけですからね。ええ。そして、まさにそのバグというか、契約破棄の瞬間にこそ、人間という生き物の最高に面白い部分が存在しているんですよね。間違いないですね。そこがコメディの源泉でもありますから。というわけで、今回の深掘りでは、お笑いコンビの CO カウカウの膨大なコントとか漫才の台本をソース資料として読み解いていきたいと思います。非常に興味深い資料ですね。ただ、これ単にこのコントが面白いですよという話をするわけじゃないんですよね。彼らの作品の裏側にある、なぜ私たちはこれで笑ってしまうのかというメカニズムを解剖していきます。笑いの構造分析ですね。はい。それを紐解くことで、この息苦しくて理不尽な現代社会をサバイバルするための最強の視点というか、レンズをあなたと一緒に手に入れたいなと。優れたコメディアンというのはある意味で非常に優秀な社会学者でもありますからね。本当にそう思います。彼らは小難しい論文を書く代わりに笑いという形で自分たちの観察結果を社会に発表しているんですよ。なるほど、笑いの論文ですか。では、早速私たちが一番縛られている当たり前のルールから見ていきましょう。彼らの代名詞ともいえる当たり前体操です。はい、有名なやつですね。右足を出して左足を出すと歩ける。これを軽快な音楽に乗せて大真面目に体操として披露するわけですが。誰も反論できない 100% の物理的な事実ですよね、これは。ええ。でもなんかちょっと不思議じゃありませんか？と言いますと？お笑いとかコメディの基本って普通は意外性とか予想の裏切りだってよく言われますよね。そうですね、それが定則です。なのにこの体操には意外性が1ミリも存在しないんですよ。それなのに私たちはこれを見て爆笑してしまうんです。これってなんでなんでしょうか？そこで起きているのは笑いによる脳の強制再起動なんです。強制再起動ですか？ええ。現代を生きる私たちの脳って常にフル回転していますよね。仕事のメールの裏の意図を読み取ったりとか。わかります。あの表現にはどういう意味があるんだろうって勘ぐりたり。そうそう。あとは SNS のタイムラインで誰かの感情の起伏を察知したり、空気を読んだり、つまり認知リソースの限界まで裏の意味を探り続けている状態なんです。確かに常にこれってどういう意味だろうって身構えちゃってますね、私たち。そんな加熱した脳に対して、右足と左足を出せば歩けるっていう一切の裏表がない純度 100% の事実をドンと叩きつけるわけです。音量の音楽と派手な動きでですね。はい。すると、裏を読もうと張り詰めていた脳の機能が急に行き場を失うんですよ。それで思考が一時的にシャットダウンされるんです。へえ、思考が止まっちゃうんですね。その時の認知の解放感というか、リセットされる心地よさがカタルシスを伴う笑いとして現れているわけです。なるほど。例えるなら、絶対に誰も読まないスマホの分厚い利用規約みたいなものを、マーチングバンドを引きずれて街のど真ん中で大声で読み上げているようなものですね。まさにそんな感じです。当たり前すぎて誰も言葉にしないことを全力でパッケージングするからその落差が面白いと。いきなり殴ると首っていうやつですよね。それです。最初のバージョンが歩けるといった物理的な事実だったのに対して、こちらは社会的なルールに踏み込んでいますよね。そうですね。でも、正直なところ、私はサラリーマンバージョンを見たとき、笑いというよりすごくシニカルなものを感じたんですよ。ほう、シニカルですか？だって、要領しないとか、人を殴らないなんて、大人として当たり前すぎるじゃないですか。まあまあ普通はそうですね。でもそれをわざわざコンプライアンス研修とかで教えなきゃいけないのが今の社会ですよね。なんか大人を幼稚園児みたいに扱わないと成立しない現代社会のシステムそのものを皮肉っているように見えたんです。その直感はかなり敵を指していますよ。本当ですか？ええ。コンプライアンスという名のもとに人間の最低限の道徳すらもマニュアル化して明文化しなければならない。共通の当たり前の基準がそこまで低下してしまった社会の不条理を見事に風刺していると言えますね。つまり社会が複雑になりすぎて当たり前のベースラインが崩壊しているってことですね。ええ。まさにそのベースラインの崩壊です。
では私たちが信じている当たり前の社会的役割そのものが完全に反転してしまったらどうなるのか、ここが次の見どころだと思うんです。はい、役割の反転ですね。資料にあった玉堂の息子の反抗期というコント、これには本当に笑わせられました。あれは素晴らしいコントですね。ヤクザの父親が戦の部屋のドアを蹴り破って怒鳴り込んでくるという。そうなんです。父親が戦のベッドの下から隠し持っていたものを見つけて激怒するんですけど、それが怪しい本とかじゃなくて赤本なんですよね。大学受験の過去問題集ですね。はい。で、父親は高校を中退して不良になる約束はどうしたんだとか、なぜお母さんの手作り弁当を持っていくんだ、不良は購買部のパンだろうって怒鳴り散らすんです。対する息子も弁当の方が栄養バランスがいいんだよとか、英単語を覚えている時だけが嫌なことを忘れられるんだって泣き叫んで反抗しますよね。そうそう。この親子のやりとり、言葉のチョイスはめちゃくちゃなのに、なぜかすごくリアルな親子喧嘩を見ている気持ちになるんですよ。これって一体どういう魔法なんでしょうか？これを心理学的な視点で解剖すると、熱量のエラーという現象が起きているんです。熱量のエラーですか？パソコンで例えると、システムは完璧に作動しているのに、打ち込まれたデータだけが全くの別物になっている状態ですね。システムとデータが違っていると。はい。このコントにおけるシステムとは、父親の怒鳴り声はトーンとか、ドアを開ける乱暴な仕草、息子の反抗的な態度といった、いわゆる親が非行に走る子を叱るという正常な枠組みなんですね。ああ、なるほど。その枠組み自体は完璧に機能しているわけですね。その通りです。しかし、その中でやり取りされている価値観の中身、つまりデータだけが180度反転していて、真面目に勉強することになっているんです。パッケージと中身が完全にミスマッチを起こしているんですね。私たちの脳は親子の激しい言い争いというメロディーは知っているのに、聞こえてくる歌詞が全く知らない言語だから、そこで心地よいバグを起こしてしまうんです。メロディーと歌詞のズレですか？わかりやすいですね。そしてこのシステムとデータのミスマッチって、実はもっと日常的なレベルでも頻繁に起きています。と言いますと？ヴィンテージ好きの先輩とか、鍋方向のコントがまさにそれですよ。特定の分野への情熱が暴走しちゃってる人たちですね。あの先輩のキャラクター、最初は1960年代のジーンズとかを自慢していて、こういうめんどくさい先輩いるいるって感じなんですけど。そこまではあるあるですね。でも最終的に彼が自慢してくるのって、紀元前4000年のアダムが履いていたジーンズとか、江戸時代のカゴなんですよ。車じゃなくてカゴで移動するから、飲み会に来るのに3日かかるとか言い出す。鍋方業のコントも全く同様の構造ですね。上司ですね。はい。上司が鍋の具材のこだわりにとどまらず、トイレに立つ部下に対してトイレットペーパーをダブルかとか、顔を拭くかボディかはお好みでとかありましたね。異常なレベルの指示出し。狂気の沙汰ですよね。でもちょっと待ってください。何かに情熱を持つこと自体は本来素晴らしいことじゃないですか？こだわりを持つ大人はかっこいいって私たちも教えられてきましたし。情熱自体は悪くありません。一体どの時点でその情熱は喜劇というか、狂気へと転落してしまうんでしょうか？それはですね、自分の個人的な情熱のルールを他人の現実に強制し始めた瞬間なんです。他人に強制した瞬間ですか？はい。ヴィンテージの先輩は実用性のない布切れへのリスペクトを周囲に強要している。鍋方業は他人のトイレの入り方にまで自分のルールを適用しようとしているわけです。なるほど。情熱のベクトルが自分の内側ではなく他者の領域を侵食し始めた時、
人は社会の常識という境界線を越えて狂気へと足を踏み入れるんですよ。いやー、腑に落ちました。今これを聞いているリスナーのあなたも自分の職場とか友人関係を思い浮かべてみてください。きっと思い当たる人がいるはずです。毎朝のコーヒーの入れ方をまるで絶対的な宗教の儀式みたいに周囲に押し付けてくる同僚いませんか？いますね、そういう人。コントの舞台で見れば大爆笑ですけど、現実世界でこの自分だけのルールブックを押し付けられると、ただの強烈なストレスになっちゃいますよね。そうなんです。だからこそ、現代の私たちはそういった日常の微細なストレスに対して非常に敏感になっています。確かに、ちょっとしたズレが気になりますよね。資料の中にあるこういう人知りませんっていうコント群は、まさにその言葉にするほどではないけれど確かに感じる小さなイライラを驚異的な解像度で切り取っているんです。本当に解像度が高いですよね。旅館でチェックアウトのギリギリまで寝ている人とか、卒業証書の筒を開けるときにわざわざポンと鳴らす人とか。誰もが一度は目撃しているのに、誰とも共有したことがない記憶の破片ですよね。でも私が今回一難衝撃を受けたのは、鼻につくハザードという作品なんです。あれは現代的で面白いアプローチでしたね。迫り来るゾンビを銃で撃ち倒すゲームのパロディなんですけど。そうなんです。ただそのゾンビたちが発するうめき声が、スムージー飲んでますとか、オーガニックとか、私のモーニングルーティンといった言葉になっている。絶妙に鼻につくセリフですね。なぜ私たちがスムージーを飲んでいるというだけの平和な言葉にあれほどの殺意というか強烈なイライラを覚えるのか。これが本当に現代の SNS 社会の病理をついているなと。それはですね、言葉そのものが問題なのではないんです。言葉じゃないとしたら何なんでしょう。私たちが反応しているのは、その言葉の裏に隠された丁寧な暮らしをしている私を見てという他者の自己顕示欲なんですよ。なるほど。自己顕示欲への拒絶反応ですか。SNS の普及によって私たちは日常的にこの他人の承認欲求の押し寄りにさらされ続けていますからね。しかも厄介なのが、それに文句を言うと、こっちが他人の健康的な生活に嫉妬している心の狭い人になっちゃうところですよね。まさにそこです。文句も言えず、言語化もできないモヤモヤしたストレスがずっと溜まり続けている状態なんです。だからこそこのコントは秀逸なんですね。はい。コメディアンはその形のない不快感を鼻につくセリフを喋るゾンビという物理的な形に具現化してくれたわけです。そしてリスナーに想像の中でショットガンを撃たせてくれると。これ以上のカタルシスはないですね。生き抜くための最強の護身術なんじゃないかって。護身術ですか。面白い視点ですね。もし今あなたがこのゲームのコントローラーを握っているとしたら、あなたが打ち倒したい鼻につくゾンビは誰ですかってことです。寝てないアピールをしてくる同僚とか、横文字のビジネス用語を連発する上司とか。なるほど。彼らが喋るたびに心の中でゾンビが近づいてきた。バーンって打ち倒す想像をすればいいわけですね。そうです。そうすればイライラは一瞬でエンターテインメントに変わりますよね。怒りやストレスをそのまま受け止めるのではなく、観察者として一歩引き、それを不条理な喜劇としてフレームし直す。まさに強力な心理的防衛メカニズムと言えますね。でもその防衛メカニズムがどうしても追いつかないくらい根本的な社会契約そのものが崩壊してしまっているケースもありますよね。生活サポートセンターのコントですね。そうです。これ笑いながらも背筋がゾッとしましたよ。おそらく今回の資料の中で最も現代社会の闇を深くえぐっている作品でしょうね。タンスの角に小指をぶつけて痛がっている電話相談に対してオペレーターが感情を言葉にして片足で飛んでくださいってロボットみたいに無機質に返すんですよ。さらにヤバいのが銀行強盗の真っ最中っていう犯人からの電話に対してカバンに現金が入るまでお待ちくださいとか警察が来たら逃げ去ったら成功ですって完全にマニュアル通りに答える。これ不条理ギャグの顔をかぶったホラーですよね。なぜホラーに感じるかというと、そこには現代の巨大なシステムが抱える究極の冷酷さが描かれているからです。究極の冷酷さですか？オペレーターの言葉遣いは完璧で、マニュアルのルールを1ミリも逸脱していません。しかしそこには相手の痛みやパニックに対する人間的な共感が完全に欠落しているんです。すごくわかります。ネットのカスタマーサポートで定型文しか返してこない AI チャットボットと不毛なやり取りをしている時の絶望感にそっくりです。あなたの家が燃えていることは理解しました。まずは電源を入れ直してみてください。と言われているようなものですよね。まさにそれです。私たちは普段、相手も自分と同じように血の通った感情と常識を持って動いているはずだという非常に脆弱な前提の上で生きています。
ええ、暗黙の了解ってやつですよね。しかし、その共感性がマニュアルという冷徹なシステムに置き換わった瞬間、パニックに陥る人間と事務的なシステムの間に恐ろしいほどの温度差が生まれるんです。その温度差が怖いんですね。はい。このコミュニケーションの完全な断絶が笑いと恐怖を同時に引き起こすわけです。相手が同じルールで動いていない恐怖という意味では、じゃんけん無敗の男のコントも同じですよね。あの男ですね。じゃんけんってグーとチョキとパーを同時に出して勝負するという絶対的な前提があるじゃないですか。なのに急にお姉さんが病気でって泣き落としをしたりとか、カメラを噛まれて、はいチーズと言って相手に無意識にパーを出させて勝とうとしたりとかですね。ええ。あと推し活のコントでアイドルのコンサートに日本のために頑張ったからという理由で渋沢栄一の顔写真の談志を持っていくファンも同じ構造ですよね。全く同じですね。彼らは皆、じゃんけんや推し活というコミュニティの共有された現実を無視して、自分だけの身勝手なルールで世界を上書きしようとしているんです。目の前にいる人間が自分の知っているルールを全く意に介さない。それがコントの舞台上であれば大爆笑ですけど、現実の会議室とかレジの列で遭遇したら、私たちは立ちすくむしかありません。だからこそ、私たちはコメディを通じて、その崩壊の瞬間を安全な場所から観察し、笑い飛ばす必要があるんですよ。なるほど。これが今日私たちが到達した結論ですね。そうですね。私たちはただのお笑いコントを解剖していたはずなのに、気づけば息苦しい現代社会をサバイバルするための武器を手に入れていました。はい。右足と左足の絶対的な事実から始まり。価値観がバグを起こしたヤクザの親子、SNS 時代の承認欲ゾンビ、そして人間性を失ったコールセンターまで。これら全てを貫くのは、ルールのズレが持つ圧倒的なエネルギーなんですよね。ルールのズレですか？ええ。コメディアンたちは、私たちが日常で直面する理不尽さや不快感の正体を明確な輪郭を持ったキャラクターとして提示してくれているんです。明日あなたが満員電車で理不尽な人に遭遇したとき、あるいは職場で全く意味不明なルールの変更を押し付けられたとき、ただ歯を食いしばって耐える必要はありません。ええ、耐えるだけが選択肢じゃありません。今日手に入れたコメディのレンズをかけてみてください。あ、この人は今、自分だけのヴィンテージのルールを私に押し付けようとしているなとか、これはマニュアル社会のバグが目の前で起きているんだなと。その瞬間あなたは理不尽な世界の被害者から不条理な喜劇を楽しむ観客へとシフトできるはずですから。最後にあなたに一つ面白い宿題を出させてください。宿題ですか？ええ。もしあなたの今の職場やあなたの日常のルーティンをベースにしてあなただけの当たり前体操やあなた専用のサポートセンターのマニュアルを作るとしたら、そこには一体どんな滑稽なルールが書かれるでしょうか？それは面白そうですね。普段あなたが無意識にやっていることをマーチングバンドの演奏に合わせて大声で読み上げたらどれほど狂気じみて聞こえるか、ぜひあなたの頭の中でその台本を書き換えてみてください。きっと素晴らしいストレス発散になると思いますよ。もしかするとそれが今日の最高の癒しになるかもしれませんね。今回も一緒に深く潜っていただきありがとうございました。次回の探求でまたお会いしましょう。